あなたはアメリカ全土を震撼させた爆発事件をご存知だろうか。遡ること17年前の2003年8月28日、アメリカペンシルバニア州、この州の北西にあるエリー湖沿いの工業都市エリー市内のとある銀行にブライアン・ウェルズという男が銃を持ち強盗に押し入ります。彼は逃走後すぐに警察に捕まり取り押さえられるんです。しかしすぐに解決したかに思われたこの事件はまだ悲劇の序章に過ぎませんでした。逮捕され地面に座らせられるブライアン。凶悪事件を聞きつけ多くのマスコミや警察が殺到、そして多くの人の注目を集める中、ブライアンは突如爆発したんです。全米に衝撃を与えた前代未聞の爆死事件。犯人が爆弾で亡くなってしまったこの事件を一体どうやって解決するのか。なんとその糸口は全く別の事件から見えてきたんです。オーソースピザハットケンちゃんです。あとピザハットだった。やみやみこです。噛んじゃった。本日ご紹介するのは、なんと銀行に強盗に入った犯人が突然爆発するという世にも奇妙な事件なんです。なぜ多くの人が見ていたにもかかわらず彼を守ることができなかったのか、その真相に迫っていきたいと思います。爆死した銀行強盗犯。ペンシルバニア州エリー市内にある銀行、ここに一人の男が入ってきたことがアメリカ全土を震撼させる事件の幕開けとなったんです。彼は銀行へ入るや否や行員に25万ドルを用意するように要求した脅迫状を見せます。さらに彼の手には杖の形をしたショットガンが。いや、それどこで売ってんだよ。これを見た行員はすぐさま言うことを聞くことに。しかしここで問題が発生します。言うこと聞くことにしたんなら別に問題とか起こんないじゃん。甘いっすよ。なんで笑ってんだと。なんとですね、この25万ドルって数字がポイントなんですよね。まあ当時ね、日本円にして2400万円に相当するこの金額、実は2400万円という大金の要求。しかし彼が話しかけた行員にはその金額を引き出す権限がなかったんです。その結果ブライアンは彼女が引き出すことができる約9000ドル、日本円にして90万円を奪い銀行から逃走することにしたんです。まあ現在の日本円のレートでね直すと90万円前後なんですけど、全然足りないですよ。2400万円出せって言って90万みたいな。でもね、もうしょうがないんで、ブライアンはねこれ受け取ってね、もうそのままね逃げようとしたんですよね。現金を持ちすぐに逃走するブライアン。しかし逃走する彼を目撃した人が首に何かを巻いた男が銀行から出てきたと通報。そして駆けつけた警察官によってあっという間に確保されるんです。そして冒頭でお話しした通り、多くの人に囲まれる中彼は突如爆発。そのまま亡くなってしまうんです。でもこれさ、なんで爆発しちゃったのかっていうの疑問じゃない？まあ気になりますよね。このねブライアンの死はね、実はね住民のね通報にねヒントが隠されているんです。爆発の前、逮捕されたブライアンは警察に衝撃の発言をしています。彼はこのように言いました。ピザの配達に行ったら3人の知らない男に爆弾をつけられた。銀行強盗をしてその他にもミッションを完了しないと殺すと脅されているんだ。いや、見ず知らずのさピザ配達人にいきなり銀行強盗しろっつってさ、そんな成り立つ？普通。まあ怖いんですけど、ブライアンはねこうね誰かに指示されたみたいなことを話してたんですよね。でも彼の爆破を止められなかったのには別の理由もあったんです。しかしその場にいた警察は狂言と判断。何も対応はしませんでした。しかしそれでもブライアンが必死に食らいつくので、警察は彼の首周りを調べることに。すると現れたのが時限爆弾でした。そう、住民が通報した際に伝えた彼の首の周りの膨らみとは時限爆弾によるものだったんです。こうして警察は爆弾処理班を手配することに。しかし出動した爆弾処理班が到着する3分前、時限爆弾が爆発。警察や報道陣のカメラの目の前でブライアンは死亡してしまったんです。全米史上最も奇妙で無謀すぎる結末を迎えたこの強盗事件。被疑者の死亡により有力な情報を得ることはできず、事件の解決は難しいと考えられていたんです。しかし事件発生から約1ヶ月後、1本の電話が事件解決の糸口へつながるんです。もう俺警察がもっと早く対処してあげれたらさ、助かったかもしれないじゃない。まあそうなんですけど、警察もねまだまだ狂言だとね思ってたんで、とりあえず、近隣の住民をね避難させるにとどまったんですよね。迷宮入りかと思われたこの事件なんですが、ここで一見無関係である別の事件が浮かび上がってくるんです。重なり合う事件。事件から約1ヶ月、爆破事件の捜査は難航し、警察は有力な手がかりをつかめずにいました。その結果、事件について自爆テロではないかなど様々な憶測まで現れることに。しかしそんな中、警察にある一本の電話がかかってくるんです。通報した人物は事件のあったエリー市に住むビル・ロススタインという男性。彼は電話でこう伝えます。家の冷蔵庫に死体があると。
いや怖えわ。間もなく警察が捜査を開始し犯人を特定。この事件で逮捕されたのはマージョリー・ディールという女性。彼女はなんと冷蔵庫の中で亡くなっていた男の交際相手でした。マージョリーと男の間には金銭トラブルがあり、そのことが発端となり射殺してしまったというんです。逮捕されたマージョリーは裁判の結果懲役最長20年の判決を下され、重犯罪者専用の刑務所に入ることに。さらに実は通報者のビルも共犯者で彼も逮捕されるんです。でこれがピザ配達人のあの事件と何の関係があるの？このマージョリーがですね、なんとねピザ配達人爆破事件に関しての情報をね持っているとね自ら言ってきたんです。それがありね、彼女はねこんな行動に出るんです。マージョリーはピザ屋の爆死の事件の情報を与える代わりに罪の軽減を要求。ずずしいな。そして未解決事件の情報とあって警察もこれを了承。マージョリーは2年前の事件について語り始めます。そしてここから次々と事件の真相が明らかになっていくんです。マージョリー曰く死んだブライアンはマージョリーや共犯者ビルの仲間だったと言います。そして時限爆弾に使われた大麻を提供したのはなんとマージョリー自身。そして首謀者は一緒に逮捕されたビルだと語ったんです。もう全員悪者すぎてよく分かんなくなっちゃうんだけど俺。全員クソ、警察もね、しょうがないね、この情報をね元にね動き出すんです。さらにこの事件にはもう一人ケネス・バーンズという男も関わっていました。そしてこの時麻薬関連の罪で捕まっていたケネスはブライアンの件で再逮捕。警察で取り調べを行うことになったケネスはあっさりと罪を認めるんです。そして彼もまた刑の軽減と引き換えにブライアンの事件について知っていることを語ると警察に持ちかけたんです。ずずしいな。みんなこうやって取引しちゃうのね、こうやってね。そうなんですよ。結構アメリカではねこう警察とねこういう取引するの一般的なんですけど、ケネスもねその例に漏れずやっちゃったって感じですね。はい。事件について話し始めるケネス。しかしその内容はマージョリーのものとは異なるものだったんです。ケネスの語った事件の真相はこのようなものでした。マージョリーは遺産目的で自らの父の殺害を計画していました。そしてその自分の父の殺害計画をケネスに依頼。さらにマージョリーはケネスへの報酬を工面するため爆破事件となる銀行強盗を画策したんです。警察は事件の証拠を探すためブライアンの部屋を調べることにすると、そこであるものを発見。そしてそれはアメリカが注目した爆死事件を解決する鍵を握っているものだったんです。ようやく解決に向かうのね、これね。そうなんです。この後ね、ブライアンの家のね捜査とかね、始まるんですけど、あるものが見つかるんですけど、一体何だと思いますか？シリキュートゥンドゥ。うわー、タワーオブテラー、それ。そう。この間行ったんですよ。はい。仲いいんで。ブライアンの家で見つかった事件を解決へと導くあるもの、それは一冊の手帳でした。事件の真相。ブライアンの家の捜査で一冊の手帳が発見されます。家族も存在を知らないその手帳の中に書かれていたものが彼の知人リスト。その中にはジェシカ・フープシックという女性の名前が記されていました。このジェシカという女性は事件当時体を売って働いていた人物。そしてブライアンはジェシカのお客さんだったんです。一見ただの店員と客の関係。しかし彼女は事件と深く関係していたんです。そしてこの人物の証言がきっかけで事件の全貌が明らかに。実はこのジェシカという女性、ブライアンだけではなくマージョリーが殺害を依頼したというケネスとも知り合いで、銀行強盗を計画するにあたりケネスから相談を受けていました。そこでジェシカが自身の客だったブライアンを仲間として推薦。ブライアンが銀行強盗計画に加わることになりました。つまりブライアンは犯罪に巻き込まれたかわいそうな被害者ではなく犯人の一味だったんです。ブライアン普通に知ってて事件に加担したってこと？いや普通さ、そうなんですよね。爆弾つけるなんて OK しなくない？どういうことこれ？裏があるんですよ。ここにもね裏があるんです。事件の日に首に爆弾をつけ爆死したブライアン。しかしなぜ爆死する必要があったのか。その理由は仲間がブライアンを裏切ったからなんです。犯人グループはブライアンには秘密でブライアンを銀行強盗の主犯に仕立て上げることを計画。そしてその計画の中心人物こそマージョリーだったんです。そしてブライアンは騙されていることを知らないまま事件当日を迎えてしまうんです。事件の当日、ブライアンの働くピザの店の電話が鳴り、彼は作戦通りにピザ2枚を持ち待ち合わせ場所に向かいます。その場所は人気のないテレビの送信塔。現地に向かうと打ち合わせとは違うあることにブライアンは気がつきます。なんと事前の計画で偽物と聞かされていた爆弾が本物だったんです。いや怖えわ。当然そんなものを渡されたブライアンはすんなり受け入れるはずがないんです。この日ね、近隣住民は銃声音を聞いているんです。こういった事実からブライアンは無理やり脅されて、本物のね爆弾を首につけざるを得なかったと考えられているんです。
こうしてブライアンは杖の形をした銃、そして脅迫状を持たされ銀行強盗に行くことに。ここで気になるのが脅迫状なんです。その脅迫状に書かれていた内容は実は脅迫ではなく爆弾の解除の方法。脅迫状は9ページにも及び、指示通りの行動を起こせば爆弾の爆発を遅らせ最終的には解除できるといった内容だったんです。そしてその中には当局に連絡すると即爆破することや今すぐ行動しろ、後から考えろ、さもないと死ぬぞという言葉も書かれていたんです。こうしてブライアンは当初の予定とは違い、命がけで銀行強盗をする羽目になってしまったんです。こうして銀行強盗を行ったブライアンなんですが、冒頭で述べた通り窓口の女性に大金を引き出す権限がなく25万ドル受け取ることに失敗。住民の通報により警察で捕まってしまい、多くの人が見守る中爆発してしまったんです。しかし事件後、警察は本当に爆弾が解除されるのか脅迫状通りに実験。その結果は解除不可能。つまりもうそういうことなんですよ。最低なんですよ、うんもう最低。もうマージョリーたちはね、うん最初からねブライアンをね見捨てる気だったんですよ。人間とはって感じですよ、そもそも書かれている制限時間以内には解除場所まで向かうことは不可能だったんです。裁判の結果、事件の首謀者マージョリーは終身刑が確定、刑務所へと収監されます。そして2017年4月4日、マージョリーは68歳で獄中死、死因は乳がんでした。ちなみに共犯のビルは2004年に、そしてケネスは2019年に他界しており、この事件の主犯格とされる犯人たちは全員他界しているんです。全米に衝撃を与えた前代未聞の爆死事件の真相が明らかになり、事件は収束しました。この事件は多くの人の目の前で人間が突然爆死してしまうというあまりに衝撃的すぎるもの、さらに主犯たちのあまりに非道な作戦。この得意さから17年経った今なお、あらゆる形で作品が公開され世界中で語り継がれているんです。実はマージョリーの過去がすごいやばいんですよね、うんなんか前にね付き合ってたね恋人とか射殺してる過去があるんですよ犯罪なんて何とも思ってないですね。なんか双極性障害っていう、情報もあるんですけど、彼女はもうねいないんでこの世に、今回の事件ね、その犯人がなんでこんなことをしたのかっていう中でね、お金以外にもねいろいろあったと思うんですけど、マージョリーのねそういった過去からね、僕たち類推しかできないんですけど、彼女なりの何の正義があったのかっていうのがね、非常に気になる事件でしたよね、はい。